はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。それから6月9日に占星術&数秘術フェスに参加させていただきます。もう私占星術を教えて長いんですけれども、今の私だからこそ伝えられる新しい見解をちょっとでも興味のある方にお伝えしたいなと思っています。オンラインでも会場でも皆様にお会いできることお待ちしております。興味のある方は概要欄から詳細ご覧ください。それでは行きましょう。早速6月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、戦車、ペンタクルス、エース、吊るし人の逆、ソードにペンタクルスにデビルとワンドに、そして気をつけることや対策はソードの4とワンドの6とオラクルは、ストレングスの逆です。なんか2というカードがですね3枚も出ていて、これはやはりいろんな可能性2つの可能性がね行ったり来たりしてるなっていう感じがあります。ちょっと先の星のことを解説させていただくんですけど、やはり6月っていうのはもう5月のね26日以降、その自分の人生を整理していくとか落ち着かせていくとか固めていくみたいな、何かこっからすごい盛り上げていくぞっていうよりは、これまで頑張ったことを収めていくみたいな、なんかそういうフェーズに入ったなっていう感じがします。でこれは今この6月前半だけじゃなくて、もう今からもう今年後半にかけてずっと続いていく運勢なので、何かを終えていくとか、もう必要なものを整理していくっていう、今まで得たものを確かめていくみたいなね、そんな感じなんですけど、その中でも特にこの6月っていうのは非常になんか優しいエネルギーがありまして、なんか一言で言っちゃうと癒しとか満たされるみたいな、その現実世界で何を作るかとか目標達成とかっていうよりも、ゆっくりと落ち着いて癒される、みたいな、温泉に入ってみたいな、そんな感じのエネルギーだなと思います。で特に6月の6日の新月っていうのは、この新月自体が、新月って一つのねいい区切りとして使えるんですけども、この6月6日の新月は非常に優しい感覚があるんですね。言葉では言い表しにくい優しい感覚とか慈愛とか愛情とか豊かさっていうものをじんわりと感じやすいんじゃないかなと思います。特に双子座の皆さんはね。なので自分が何をどんな感覚を感じたいか、何を癒したいかっていうことをちょっと意図していただくと、そのように溶かされていく、癒されていくっていう流れになるんじゃないかと思います。で特に、このね数ヶ月お仕事頑張りましたみたいな、やることやりましたっていう方は、特に6月の9日以降っていうのは少しその行動力っていうのがまろやかになって、これまでやりきったことを自分で認めていくとか、やったことをなんかさらに伸ばすっていうよりも、それをなんか違う方向に変えて生かしていくみたいな流れが始まるかもしれませんね。なのでちょうどねお誕生日を迎える前っていうのはちょっとゆっくりしましょうみたいな時なので、この1年を振り返ってご自身で自分が頑張ったこととかよくやったなっていうことを振り返っていく、整理していくっていう風に使ってほしいなと思います。でその上でやっぱカードで見るとここまで本当によく頑張りましたって感じがすごく出ています。何かしらのやっぱり成果があったんじゃないでしょうか。ご自身では苦しかったとか大変だったんだ本当にって思うかもしれないですけれども、その動きづらい状況の中でも本当によく頑張ったんだなって感じがすごく出ています。でこの頑張った努力した証っていうのは本当に消えないっていうかね、ちゃんと自分の体の細胞の中に、感覚の中にあるので、いつでもこのバイタリティは使えるよって、なんか引き出しの中にたくさんの豊かさが入ったなって感じがあって、それはいつでも使えるよ、引き出せるよって感じがします。で今この6月の前半っていうのは先ほど言ったみたいにちょっと落ち着いてね、精神を落ち着かせましょうみたいな感じなので、カードも動くっていうよりは、こ
こまでやったことを収めていく、そして精神を緩やかにしていく、バランスをとっていくとか、そんな感じですね。何か心配なことがあったり、頑張りたいことがあったり、いろいろあるとは思いますけど、それをバランスよく自分の中で収めていくみたいな感じなので、これは精神的にもだし、肉体的にもだし、状況的にも、物理的なものも含め、バランスをとってやっていくんだなって感じです。でしかもそれが自分がこう思ってるっていう自分の思いだけじゃなくて、状況とか相手の立場とか今いる自分の環境とかっていう、そういういろんなものを全部踏まえてうまくやっていくなって感じがすごく出ています。でさらにそこから自分なりの喜びっていうものをその中で見つけていこうみたいなね、すごくゴリ押ししてるって感じじゃなくて、謙虚に、今の自分の立場の中で幸せをちゃんと確かめていくみたいな、すごく穏やかな感じだなって感じがします。ただそこでやっぱり何か一つ引っかかることがあるんだなって感じがするんですよね。それが何なのでしょうかね。ちょっと見てみますね。ご自身の中では本当によく頑張ってきたんだっていう、何かをね継続するってすごく大変だと思うんですよね。運が良かったからとかたまたまとかではなく、やっぱりそこに自分なりの苦しみや理解とかいろんな妥協とかも含め、そういったものを含め自分なりに温めてきたものや我慢してきたものがあり、それも自分の中で収めた上で、この状況で自分はこういうふうに対応してるんだみたいな思いがあって、でそれをかき消されるんじゃないかとか無駄になるんじゃないかっていう心配がある方は、それは全くかき消されたり無駄になることはないので安心してください。すごく今回言われているのが、誰かに認められるとか何かが成就するっていうその形として成り立たなかったとしても、自分がやったこととか思ったこととか相手に対しての思いやりも含め、そのことっていうのは消えないんだよっていうことをすごく言われてるような気がするんですね。なのでそうできた自分を誇りに思ってくださいっていう感じかな。長年頑張ってこれた自分を誇りに思うとか、例えば誰かのことをずっと愛し続けられた自分っていうのを誇りに思うとか、そういう感じ、自分が大事にしてきたものっていうものを今ここで自分でそこに価値をちゃんと見出してくださいって感じがしたんです。誰かに認められるとか誰かに評価されるようなものじゃないって感じなんですよね。これは自分しかわからないこの価値はって感じで、その上で新しくこれからどうしていこうかなっていう方向性が見えてくるよっていう感じで言われてるんです。まだこれは方向性の可能性だけが見えてる状態なので、今すぐこれを決断しなきゃいけないっていうわけでもないし、これは少し時間をかけてね、今年いっぱいをかけて答えを出していくものなのかなと思うんですけど、それに対しての何かきっかけっていうものが方向性だけとかね、そういった可能性をこの前半にちょっと見出していくんだなと思います。そして気をつけることや対策として言われているのも、何かしらねやっぱりいいお知らせが入ってくるっていうふうに言われてるんですね。これはいいニュースが入ってくる、誰かからのいい自分が納得するようなニュースが入ってくるっていうふうに言われていて、だからこそちょっと安心してそれを置いとけるみたいな感じもちょっとあるんですよね。なのでちょっとすいませんね、抽象的なんですけれども、ここまでやってきた自分の力や努力してきたことや注ぎ込んできたものっていうものを一番自分で認めて収めて、そして納得させていくっていうのがこの前半のテーマなんだなっていうふうに思いました。でもしこれをもっと他の人が必要としてくれたらとか、もっと生かす場所があったらとか、何かの一つの形に変わったらこれをもっと羽ばたかせていけるのにと思うかもしれないんですけど、そうではないみたいで、もう形は関係なく自分の中で十分にそれは表現できましたか、それは満足しましたかっていうような問い合わせだと思ったんですね、これはね。ちょっとねこれを踏まえた上でね、お仕事のことと人間関係とに特化してちょっと見させてください。仕事のことで言うと、お忙しかった方にとってはその仕事だけに翻弄されるわけじゃなく、自分の喜び、プライベートな喜びとか仕事とプライベートのバランスをとっていくっていう風にも見れますし、ちょっとお仕事のこと見てますね。
なんか変にね自分が犠牲になって頑張っていたこととか、自分が無理してでも引き受けていたことをここで手放しますみたいな感じがありますね。これラバーズとワンドの10の逆と死神というカードが出ているので、これまで期限があったからこそ頑張れたこと、ここまでっていう自分の決め事があったからできたことをやりきったなみたいな感じがあり、それに対して自分でよくやったっていう誇りに思う気持ちや、だからこそ今度は自分にご褒美をあげたくなるみたいな、そういう喜びですね。ご褒美を、仕事上のご褒美をあげたくなるんだなって感じがあります。これぜひ与えてあげてください。今本当にゆっくりする時なんでね、6月21日過ぎて誕生日迎えてくると、また新しい光がどんどん出てくるので、それまでは自分を本当に認めて癒すっていうのが一番いいような気がしますね。なのでお仕事はそんな感じです。一つの達成というものがあるからこそ収めていくっていう感じで、なのでちょっと休養時間というのかな、そんな感じもします。そして、人間関係で見てみます。人間関係ソードのページとワンド3とワンドのクイーンなんですけれども、人間関係に関しては、うまいこと人とは付き合っていけますが、本当に自分が何を求めているのかっていうところにちょっと迷いが来てるのかなって感じがしますね。誰かとの深い関係においても、もちろんこれは自分の人生の大事な期間だし、その人と関わってる時間っていうのは自分の人生にとって大事な期間だったし、これからも続けていくだろうけれども、本当にこれがこれからの人生、私の人生にとって必要なのかなみたいなことをちょっと考えてみたりとか、違う可能性もあるんじゃないかなとか、もしくは違う関わり方をした方がいいんじゃないかなみたいな、そういう自分自身のが何を求めてるかっていうこともまだもうちょっと探りたいみたいな、はっきり答えが出るっていうよりも、もう少し確かめたいって感じですかね。自分の感情や相手のこともね。でなおかつその人間関係っていうのはお互いに依存し合うとか、この人だけがベストみたいな感じではなく、もう少し開かれた目でお互いの関係性を見たいっていうような感じになってきて、お互いの将来を考えるとか、お互いの状況を踏まえた上でのいい形って何かなみたいなことを想像し始めるような感じがしますね。なのですごく仲良くみっちりと関わってっていうのではなく、独立した形でどのように関わっていくのかなっていうのが示される感じです。ただ今この時期は、患者の皆さんにとってはすごくバランスが取れているので、そういうあらゆる可能性を自分の中で感じて、何がベストなのかなとか、本当に望んでいるものは何かなっていうことを自分の中で精査して可能性を見ていく時なんだなと思いました。ですので自分がこれまでのようにものすごい愛情を注げないっていう感覚がもしあったとしても、それも普通のことだと思ってください。今は自分自身に目いっぱい愛情を注いでほしい時なので、無理してね誰かのためにやってあげるとかではなく、自分のために自分を癒す期間っていう風にしてほしいなと思いました。はい、そんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚エンジェルカードを珍しく引いてみようかと思います。患者の皆さんね、はい、Believe ということで、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。私はすごくやっぱり自分自身を信じてねっていう感じがしました。どうしてもさっきもね、人間関係のところでもちょっと疑う気持ちとか、何かを精査していくっていう期間に入るんですけど、何も間違ってなかったみたいな感覚で自分を見てください。そうするとまた一つ納得できることとか、新しく信じていけることっていうのがあるのかなって感じがしたので、はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またね、もし何かしら良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。では次回また6月中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。